こんにちは、春日部つむぎです。今日は2025年7月にプラムから発売された藤田琴音だよ。昨日に引き続き、また藤田琴音だね。まさか推しキャラのフィギュアが2日連続で来るとは思わなかったよ。発売に年単位の時間がかかるのに、リリース時期が同時って嬉しいんだけど、動画作るのめちゃめちゃ時間かかるんだよ。動画1分作るのに1時間かかること普通にやるからね。個人的な事情はさておき、やはりこのテンション上がった状態で2人目のことではほんと嬉しいね。しかもどっちも出来がいいってもんで、撮影が止まりませんわ。メガハースの琴音は、ゲーム中に出てくる、世界一可愛い私を元にしたフィギュアだね。琴音らしさが全部詰まったいい曲。知らない人が見るとクロスチョップ琴音に見えるかもだけど、歌詞に、よそ見はダメ、OKってのがあって、そのダメを表してるんだよ。ライブに来た厄介オタクに笑顔でクロスチョップぶちかますバイオレンスな1コマじゃないよ。正直一番再現難しそうな衣装だなとは思っていたけど、よく再現されてて満足度高いね。特徴的なパステルカラーはもちろん、オーロラカラーのヘアバンドとかもきっちり作り込まれてるし、クリアパーツのインナースカートにプリプリ衣装、大変だったろうなって特にいいなって思ったのが、どの角度から見ても顔が破綻してない。リンクとか破綻して角度限定なんて言われることがあるんだけど、横から見ても前から見ても下から見てもいい感じだよ。そういえば角度限定なんて言葉も最近は聞かないくらい出来がいいの多いよね。そして表情が大変素晴らしい。原作再現の可愛さ、ずっと見ていられる可愛さで、ぜひ手に取っていただきたい。そして髪のシャープさや細かさもいい感じで、ふわっと広がりつつもだるさを感じさせないいい造形だね。髪を束ねられた感じと後ろ髪も細やかで自然でとてもいいよ思うよ。表情だけじゃなく頭全体としてのクオリティが高いので、本当に眺めていたくなるよ。いや、フィギュアっていいもんですね。ずっと顔見てニチャニチャしてても許されるんだから。それにゲームだと数秒で流れちゃうけど、フィギュアならずっと眺めてられるし、日割り換算で実質無料だね。プリプリ衣装に可愛いお腹、ライブ映像でも一応見えてるんだけど、どうしても顔というかバストアップ多めだからあまり見る機会がないんだよね。やはりこの辺りをじっくり見れるのは嬉しい。ただどうしても気になってしまうのが支え棒。再出場仕方ないとはいえ、もうちょっと工夫してほしかったという気持ちはとても大きい。例えば台座にある星のエフェクトをうまく使って支えにするとか、もちろんそうなると星が邪魔で見えづらくなるとかあるんで、それがいいとは言い切れないんだけど、もうちょっと工夫が見られるともっと良くなったなって思いはあるね。フィギュア支え問題はこれに限らず、業界を通しての悩みの種だから難しいよね。もっといい材料が開発されたり革新的な何かがあればいいんだけど、ずっと変わってないから難しいかな。ちなみになくても自立はするし、短期間であれば問題ないと思うけど、長期的に飾ることを考えると絶対つけた方がいいよ。特に夏場は暑さで PVC が柔らかくなるから、あっという間に傾く可能性があるんだよ。本当にこの支柱だけが残念だけど、こればっかりは仕方ないから何とも言い難いね。台座はシンプル、エフェクトパーツはあるけど特段何かあるわけではないよ。注目しづらい足回りや靴のデザインなんかもよくできているね。靴の裏は星マークになっているんだって初めて知ったよ。結構いいデザインで売ってたら普通に買っちゃいそう。エフェクトパーツにあるカワイはライブ映像にもあるやつだね、多分。というかピントが迷子だね。ごめん、ちょっと設定間違ってたかも。詳しく見たい人はフィギュア買うか写真の方で見てね。
下から見ても顔の破綻がなくていい出来でしょう。これはあくまで顔の出来を見るための映像でやましい角度ではないよ。なんかちょっとだけ見えてる気がするけど、それは見てる人の心が汚れているだけだと思うよ。まあ普通にゲーム中でも見えてるし別にいいかなって。ドロワーズだね。実はあんまりドロワーズの良さを分かってなくてふーって感じではある。まあでも可愛いから OK かな。それにしてもほんとどの角度から見ても可愛いし、造形が細かいからどの角度からも見てられるよ。スカートの広がりと足でブワッとなってるのとかいいよね。クリアパーツのインナースカートも結構好き。じっくり眺めたければ買うといいよ。最後は昨日届いたプラムのと一緒にいやどっちもいいね。推しが立体化ってだけでもなかなかない話なのに連続で来るなんてそうそうない経験だったよ。ちなみにこの後2つフィギュア化が予定されてるね。まだ企画発表だけでいつになるかわからないけどもちろん買うよ。でも1つはユニットの3人一緒に出るから琴音だけ買うか3人まとめて買うか悩み中。しかも完全受注生産のメーカーだから予約時点で決めないといけないから結構つらい。まあでも多分ユニットで買うんだろうな。財布よ頑張ってくれ。他にもいろいろフィギュア化が発表されてるから正直今後が怖い。でも推しキャラだけは買っていきたいね。フォント学マスは課金以外でもお金がかかるコンテンツだぜ。でもあーし頑張るよ。押せるところまで頑張るよ。それじゃ今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次も気が向いたら動画作ろうと思うのでよかったら見に来てください。あ、よかったら高評価やチャンネル登録とかしてくれると嬉しいかな。写真はパンティアにまとめていてパンティアのアカウントがあれば誰でも見れるからそちらもよければ概要欄のリンクから行ってみてね。それじゃあ機会があればまた別の動画で会おうね。